連携住職三木大雲です。本日はですね、またまたコラボ会ということです。ちょっと後ろが違う雰囲気になってますけれども、今現在私は実は北海道に、来させていただいております。そして北海道で有名な、怪談師の方といえば、もうご存知の方はもう多くおられると思いますけれども、翔平さんが今回コラボで来ていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは、こんにちは。翔平です。もうめちゃくちゃお世話になっておりまして、もう北海道で今までイベントで言うともう10回ぐらい。でもあるかもしれないですね。ね、ご一緒させていただいたり。ありがたいですよ。最初お会いさせていただいたのが大コア多分ですよね。大コアだと思います。今からもう約6、7年前。6、7年前で、あれですよ、新今宮ですよ。新世界だと思います。そうでしたっけね。はい、当時だったら。ディープなところに。そうです、そうです。そうですか。いや、で、今現在実はここ、翔平さんのお店で。そうなんです。カフェ、アティックさんクラフトアティックです。クラフトアティックさんか。クラフトアティックさん。なんか、お酒を飲めたり。そうですね。クラフトビールとクラフトジンがメインのバーなんですけど、まあでも来てもらったらウイスキーもありますし。なるほど。はい、ちなみになんですけども、来ると、翔平さんがおられる確率って。大体います。大体おられるんですか？大体週末になってくるとどうしても出張で、はいはいはい。いろいろうろちょろしちゃうんですけど、まあでも平日は大体います。だそうですので、もし、もうぜひ来たいという方は来ていただけたら、調べたら出てきますね。はい、そうです。大丈夫ですね。よかったらマジで遊びに来てください。めちゃくちゃ札幌すすきのアテンドできます。お願いします。ということで今回じゃあちょっと、翔平さんの怪談を聞かせていただきたいなと思いまして。そう、これはですね、僕、三木住職に、聞いてほしいなって思っていた話が実はあって、でこれもう数年前から、たまにこうお話しすることがあった怪談ではあるんですけど、俺のお母さんの方のばあちゃんの話なんですけど、俺の家のこの母親の家系って、多分代々霊感強いんですよ。ああ、なるほど。で、俺も小さい頃の記憶で、もうばあちゃんが、夜怖がるんですよ、トイレ行くの。で、孫じゃないですか。俺のこと起こすんですよ。でも気持ちわかります。わかります。翔ちゃん、一緒にトイレ行こうって言われて、ってついてくぐらい割と怖がりなおばあちゃんだったんですけど、でもやっぱりその怖がりの理由っていうのもあって、昔から不思議な体験してて、それこそ、狐に化かされた話とかしてくれますし、あとは山に入った時に、普段ない道と畑があって、そこで遊んだとか、結構本当不思議な話も多くって、で、そんなばあちゃんが、いやー、翔ちゃん、つって、そういえばさ、私、すっごい綺麗な鳥見たことあるのってある日言ったんですよ。で、どういう状況で何の話って思って、で、お茶飲みながら、ばあちゃんどうしたの何の話って言ってみたら、いやー、ばあちゃんね、一回、すっごい綺麗な鳥見たことあるんだけど、その鳥がね、どんな鳥かね、動物園とか行ってももう見たことなくって、なんかもうわかんなくって、って言うんですよ。で、それってどのタイミングで見たのさ、って聞いてみたら、お葬式の最中って言うんですよ。ほう。葬式の最中にどんなの見たの？いや、なんかね、クジャクでも、いやでもクジャクみたいに、すっごいこうキラキラしてるような、すごい綺麗で、だけどね、クジャクよりもね、こう顔がシューッとしてて、で、つってなんかいろいろ特徴を言うんですよ。で、まあ当時、ノートパソコン手元にあったんで、カタカタカタってやりながら、こんな鳥つって。いや、もっとね、こう羽がもっとこう、みたいな。で、これはいや、もっとこうっていうのをずーっとやっていくんですよ。で、これもう一回情報整理しようと思って、ばあちゃんさ、つって、その葬式のタイミングで鳥見たって、どうやって見るのそれつって。いやー、つって。だからお葬式が始まる前かあれ、納棺をね、する車あるでしょつって。で、車にさ、こう、親戚をね、こう乗せて、で、みんなでね、こう、車発車する前に、こう、囲ってさ、つって、で、なんか、手合わせたりとかね、なんか声かけたりとかしてたの。で、その時に、ふって上見たら、すっ
ごい綺麗な鳥がこうぐるーんぐるーんってこう飛んでるの、であまりにもそれが綺麗だったから、みんなにすっごい綺麗な鳥飛んでるねって言ってみたら、みんな見えないって言うのよって言われた瞬間に、見えない鳥って何って思って周りの、でその鳥最後どうなったの、いや最後ねあれ車の上にペッて止まって、で近くで見たんだけどそれ本当に綺麗でって言われて、まさかなって思ってカタ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 って検索かけて、こんな鳥だったって言ったら、ああもう翔ちゃんそうそうこれ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 って言ったのが、俺鳳凰羽って入れたんですよ。だからやっぱりそういう存在っていうのは誰かが亡くなった時とかにこう迎えに来るじゃないけど、こう姿を現すことがあるのかなと思って。なるほど。でこれはちょっとそういう知識がある人にいつか聞いてみたいなと思って。なるほど。だから今回三木住職。なんかちょっと私ではなかなか難しくて完璧かわかんないですけど、鳳凰自体っていうのはやっぱり仏教に出てくるんですよ。で、実は鳳凰って輪廻転生の象徴だったりするんで、お葬式に来るっていうのは一つ、なんか死者を迎えに来るというか、だからすごい功徳を積まれた方なのかもしれませんね。そういった方が。でもすっごい愛されてた人もいますね。で、火の鳥なんかも、よく鳳凰とね、一緒に同視されるんですけど、要するにその後、また、生まれてくるときによく、これも実は全く根拠がないのかなと思ったり、私は鳳凰とかと関係があるのかなと思ったりするんですけど、よくお子さん授かった時にコウノトリが連れてきてくれたっていう表現するのも、もしかするとその輪廻転生の鳥がいて、なんか死者をあの世へ連れて行ったり、あの世からこの世へ連れてきたりっていうふうなことを多分してるんじゃないかなと思うんですけどね。でも確かに。コウノトリが運んでくるってなんでとか思ってましたけど。そうなんですよね。あれも諸説いろいろあるらしいですけど、ちゃんとした答えが実はあまりなくて、だから多分鳳凰伝説の輪廻転生とかっていうのと多分なんか組み込まれたのかなと思ってるんですけどね。そうなのかもしれないですね。いやだからそういう話をするばあちゃんだったので。なるほど。そうなんですよ。ちなみにおばあさんは北海道の方ですか？北海道で。北海道の石狩っていう場所があるんですけど、で今統合して亡くなっちゃった村で浜益村っていう村があって、そこ出身の人なんですよ。で割となんかこう本家とか分家とかあるタイプの家だったんで、親戚とかもものすごい多くて、でそれこそニシン漁とかで北海道が栄えてる時とかに、いい時代ですよね、北海道の。どうやらうちのばあちゃんの家、ニシン御殿だったんですよ。それはすごい。むちゃくちゃでかかった記憶あって。なるほど。そうなんです。だから、なんか結構、なんですか、先祖の供養とかものすごい、なるほど、なるほど。丁寧にやっていて、一度、うちのばあちゃんが、ちょっともう一本話していいですか？お願いします。一度、うちのばあちゃんが、畑仕事中に、蜂に刺されたんですよ。で、ジカジカするって。ジカジカするっていう。その、チクチクするとか、そういうのをジカジカするつって。で、体、具合悪くないですかっていうのを北海道弁で、怖くないかいとか言うんですよ。で、体怖くないって言ったら、いやー、ちょっと怖いかもしれないって言い始めて、で、うちの母ちゃんが、いや、大丈夫かいって言って、家の中連れてきて、リビングのソファに座らせるんですよ。で、座らして、で、なんかどうにか毒吸ったりとか消毒液とかやってる最中に、急にばあちゃんが、あれすっごい綺麗って言い出したんですよ。何の変哲もないリビングなんですよ、いつも。で、母ちゃんが、どうしたのって言ったら、いやー、すっごい綺麗だよ。つって、こんな花見たことない。何ここキラキラして。って言うんですって。で、うちの母ちゃんその瞬間に、これもしかして、極楽浄土見えてないって思ったらしいんですよ。危ないんじゃないと思って。だけど、もう一個思ったのが、うちのばあちゃんって、すっごい可愛がられて、育ってきた人なんです。だから、俺から言ったらひいばあちゃんですよね。ひいばあちゃんはばあちゃんのことものすごい大事にしたんですって。なるほ
だから、はこれもしかして、い。うん。守りに来たんじゃないかと。はいはい。ひいばあちゃんが。ええ。ばあちゃんのことを。なるほど。で、母ちゃんを持って、うん。仏壇の方パーって行って、そこまでで大げさなことじゃないよって言ったんですよ。ええ。そしたら、後ろにいるばあちゃんが、はあら、見えなくなった。へえ。とか、こういう話すごい多いなですよ。るほど。いや、実はね、ちょっと先ほどの、鳥の話ありましたよね。うん。あれもそうなんですけども、実はお経の中に、はい。天人常に10万せりっていう言葉があって、はい。この世は実は天人が10万してると。うん。で、先ほどの鳥のお話もそうなんですけど、もしかするとそれ鳥じゃなくって天女じゃないかなと思ったんですよ。天女って羽衣がすごく長いので鳥とよく間違えられるんですけど、天人常に10万せりで、私たちはもう自分のことしか見えてないんで、大体善悪の基準って全部自分なんですよ。あの人はあまりこう良くない人だよっていう場合、実はこの良くない人っていうのは自分にとって良くない人で、他の人から見たらすごい素敵な人かもしれないので、でも善悪の基準って全部自分にあって、で、そういう人っていうのは実は倒れてる人、天道の主情ってちょっと難しい言葉で言うんですけど、倒れててここしか見えてないんですよ。地面の。はい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 。でも、パッと頭を上げて善悪がちゃんと分かってる人には、この世は実は天人が常に充満してて、もう天女がずっと待ってる世界が見えるっていう。ですから、そのなんかご先祖様がそういったところに今おられて、でまあなんか痛いおばあちゃんに、いや安心しなさいよっていう意味でなんかその世界を見せられたかもしれませんよね。だから案外この怪談話ってそうなんですけど、お経と一致する部分がすごくあるのは、やっぱり本当の実話ってそうなんですよね。で、作られた話って、お経と照らし合わせると実はちょっとずれてるなとかって、そんな世界ないはずなのにな、みたいなので、本当かどうかっていうのが結構私見極めたりするんですけど、今のおばあさんのはもう完全に自分の錯覚とかではなくって、多分そういった世界が本当にご覧になられて、なんか、うわ、心地いいというか、だから私たちもちゃんと自分たちの善悪を正しく持って、あまりこう人のこと悪口を言ったり、欲動しくなったりしなければ、この世はずっとその世界なんですよ。天人が充満してて。そうであってほしい。だからなんか、嫌な人が私いないんですっていう状況ってすごい人間関係で悩むことないですから、そうなるためにはどうするかっていうと、もう嫌な人も好きになるというか、多分この人の、私にとってはあまりこう好ましくない人でも、他の人から見たらいいんだろうなとかっていう風なものの見方していくと、なんかちょっとまた世の中変わってきて、おそらくおばあ様も多分そういった方だったんじゃないです？うちのばあちゃんはそういった方でした。ねえ。俺びっくりしたのが、うちのおばあちゃんが、年をね、こう、年老いていく中で、認知症になっちゃったんですよ。で、僕の実家ですよね。で、一緒に住むことになったんですけど、なんですか、俺が多分小学生、中学生の時のイメージなんですよ。もうすでに自分でお金稼いでるのに。だから、じゃあちょっと俺家出てくわ、つって。じゃあばあちゃんまたね、みたいな。何時ぐらい帰ってくるわ、って声かけると、お小遣いあげるって言うんですよ。わかります。で、お小遣いあげるって、いや、俺自分で稼いでるから大丈夫だよ。って言ったら、いや、稼いでたとしても、じゃあ、つって、とりあえずもう私があげたいって言ってんだから、ちょっと待ってなさい、つって、財布取りに行ったんですよ。ただここで俺、やばいって思ったのが、間違って、こう、騙されて使うとかないように、うちの母ちゃんが全部お金管理してたんですよ。なるほど。財布の中にお金入ってないんですよ。で、ふっと、でも、こういう状態の人がお金がないって怒り出して、すごいなんかこう、家族が傷ついたみたいなエピソード聞いたことある。まさかその瞬間が俺にもって思ってる最中にばあちゃんも戻ってきて、いやー、翔ちゃん何千円あげればって財布見て、ピタって固まって、って思ったら、パターンってしまった後に、なんかかわいそう。
ゲラゲラ笑って、ごめん、もう誰かにあげた後みたいって言って。すごい。だから、もう全然なんか、そこら辺の執着とかも。なるほど。もう何にもなくて。なるほど。すごいなんかあっけらかんとした、いいばあちゃんで、本当にみんなに愛されてて。なるほど。大好きなばあちゃん。なるほど。私、ある子供さんがね、どんな大人になりたいですかって私質問したときに、特になりたい大人がいないって言われたことがあったんですよ。で、うわ、すごいショック受けて、いや、憧れられる大人にならなくちゃと思ったんですけど、まさにそんなおばあさんいいですね、なれたら。いや、本当にね、僕はそこ、もう本当に、まあ、家族基本好きですけど、本当母ちゃんのじいちゃんばあちゃん、ものすごい可愛がってもらったんで。なるほど。素敵なおばあさんだったんですね。大好きなおばあさんでしたね。そう言ってもらえるような生き方したいですね、私たちもね。いや、でもそうですよね。本当にそうですよね。だからまあ、ちょっとこれをご覧の皆様もですね、まあ、もしも、誰かちょっと自分があまり好きくないなという人がいても、見方を変えればすごくその人も善人に見えるかもしれませんし、もしかすると自分自身が相手を正してるつもりでいて、自分が悪人になってる可能性もあるかもしれないんで、そこら辺を気をつけながら生きていただくと、天人が見えたり、その、法王が見えたり、いろんなことがあるかもしれませんので、ぜひ心を正して、お互いに頑張っていきというふうに思います。大人になろうと思います。そうですね。ということで、今回はちょっと北海道からお届けさせていただきました。翔平さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。この後コラボさせていただきますんで、また概要欄から飛んでいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。